どうも、あつしです。今回は喧嘩4つの相手に対して下から持った時の釣り手の使い方について解説をします。それでは早速始めます。では喧嘩4つ相手と、右とか左とかになった時に組むのが喧嘩4つと。でこの時に相手の腕から下から持つパターンと、上から持つパターンっていうのがあるんですけども、今回はこの下から持った時の釣り手の使い方っていうのをいくつか紹介します。下から持つ時っていうのは手を突っ張って相手と距離を取ったりする時に有利になる組み手、自分よりも大きい相手にこの下から持って相手との距離を取るために突っ張ったりする時によく下から持つ。この襟を持った時に腕の付け根のところにぐっとこの拳が当たるようにして、で自分の肘手首を伸ばして距離を取るというか突っ張るっていう姿勢を取るというのが下から持った時の釣り手の握り方で、ここから技に入る時に相手も肘が伸びてる状態でいる時にこのままお互いが突っ張ってる状態から柔道相手と近づいて入るためには引きつけないといけないと。相手が引きつけようとしているのに突っ張ってるんだったら力を抜いてあげる。そうすると相手がクッと前に出てくるので、その瞬間を狙って技をかけると。相手が引きつけようとしている時に距離を取る場合っていうのは、ここでクッとちょっと力を抜いてあげて相手がちょっと前に出てくるこのタイミングをうまく使うことで技に入るというのがまず一つ。相手が引きつけようとしているのをこっちがグッと距離を取る、突っ張る。さらに相手がグッと引きつけようとしているのに対してグッと技に入る時に一瞬力を抜く。ここの時に肘を曲げてるようで、自分から引きつけるために肘を曲げるのではなくて、相手がグーッと力を入れて引きつけようと。だから力を抜いてたらグーッと引き寄せられちゃうんだけども、そこで一瞬グッと力を抜く。ここのつっかえを取るようなイメージでやってあげると、相手が一瞬グッと前に出てくるので、この瞬間を狙ってグッと技に入るっていうのがまず一つ目の釣り手の使い方。あとはお互いがグッと突っ張ってる、引きつけようとした時に逆に相手のこの手が邪魔になって自分が引きつけようとしても相手と近づくことができない場合、釣り手をどういうふうに使うかっていうとで、相手の持っている襟、ここをグッと下げながらここで上げてあげる。そうするとこの襟相手離すことができるので、この瞬間に技に入るというのが一つ。ここ下げるだけでは相手の釣り手切ることが難しいので、ここで自分の肘がぐっと上がるように手首を曲げながら相手の手をちょっと上げる。それからぐっと下に下げると、ここで距離ができるので相手の襟を切ることができると。こういう感じ。今のルールだとこの袖とか襟の柔道着を離す、切る動作っていうのはこの後攻撃につながれば反則にはならない。ここで切った後に離れるとか距離を取るとか逃げるっていう、ネガティブな印象になると反則を取られることがあるんですけども、ここから技をつなげることにつながれば今のルールでは問題ないので、自分の襟を下に引きながら手は上に上げてあげるっていうような、この切り方というか釣り手の使い方をしてもらえると技に入りやすい。次はこのまんまちょっと相手を向こう側にこういうふうに前にやるような動作。ここからさっきみたいにこっちの相手の腕を自分の肘を上げるようにして相手の手も上げて、そこから今度は自分が反対側に向くっていう、相手を前に出すっていう方法。こういう手の使い方。ここグッとねじりながら相手の肘を上げる。自分の肘を上げながら相手の肘を上げて、でさらに自分が体を開くっていうか、自分が下がりながら相手を前に出す。でこの後に何か技に入るとか、引き手の取り合いをしていたらここから引き手だったり襟を持って技につなげる。相手と引きつけることが難しい時にここでグッと離して次の動作に移ると。この時にちょっと足をかけたりして前にやったりで、ここから反対の技に行くとかっていうような釣り手の使い方が2つ目で、次が
このままぐっと疲れてて、で引き寄せようとした時になかなかこれも引きつけることができない場合っていうのは、ここで相手のつっかい棒を取るですね。だから手を弾いて自分が近寄るっていう方法。ぐーっと突っ張っておいて、ここに相手の力が加わっている時に、ここで相手の手を外側に弾きながら自分が中に入っていく。ここでぐっと近づく。で袖を持つ。ここで一歩踏み込む。ずっと突っ張っているところからこういう感じで持って技につなげる。これも弾く動作、相手の手を叩くっていうのも、これが技につながれば反則を取られることはない。ただ切ってっていうかね、離れてしまうような叩き方をしてしまうと、これはすぐ反則が来てしまう。あくまでもここで弾いて自分の技につなげる、攻撃につなげるために弾くのは反則取られない。ここでぐーっと突っ張ってきている時に、ここで弾きながら自分が近づいて、で技につなげると。この手を弾く方法っていう、襟を持ってからかけるっていうのがだいたい今の3つぐらいですけど、それ以外に応用っていうか特殊な握り方として、この脇の下をぐっと握る。ここで相手をぐっと押すと。そうするとここの分、襟を握った時の距離とここの脇の下をぐっと握って押すっていうと、かなり相手との距離取りやすい。襟で持つパターンと、相手の脇の下をぐっと握って押すと、相手の手よりも距離を取ることができるので、ここで先ほどみたいにぐっと手を上げて取ることができると、そのまんま技をかけたりとか、反対の技に行ったりすることができるという、ちょっと特殊な例という、相手の脇の下だったりとか腕の付け根のところをぐっと持って、でここでぐっとさっきみたいに相手の手を上げるように使い方をすると、先ほどよりも距離を取ることができるので、より切りやすくなる。襟じゃないので、ちょっとこの釣り手の使い方が、襟のように使うんだけども、持つところがちょっと襟ではないので、技をかける方法というのが若干難しくなってしまいますけども、こういう方法もあります。この脇腹をぐっと拳で握って押されると、結構ここ痛くて、相手がここからぐっと引きつけようとしても痛いので、そうすると相手も力が入りにくいので、より自分の方が力を入れやすいとか、切りやすくなるので、こういう握り方もあるというのもちょっと参考にするというか、練習してみてください。今回は喧嘩四つから相手の腕の下から釣り手を使う方法というのをいくつか紹介しました。自分の技につなげるためにどういうふうに釣り手を使えばいいか。喧嘩四つだと引き手の取り合いになるんですけども、そこの引き手を取るまでに釣り手をうまく使うことができると、そこで相手を崩しながらそのまんまの流れで技をかけると、反対の技に入ることができると。この釣り手をうまく使って相手の組み手にならないようにするっていうのが、柔道技をかける前に大事なことになってきます。こういう釣り手の使い方っていうのをしっかりと練習して、うまく技につなげるようにしていただけると、試合を有利に進めることができます。そのあたりもしっかりと練習してください。今回は喧嘩四つで相手の腕の下から釣り手をうまく使う方法というのでいくつか紹介しました。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。相手が突っ張っているじゃなくて、引きつけようとしているのを、ここから技につながることが技をつなげることに、ここでぐっと近づく。で襟を持つ、袖を持つ。で今回は動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。